マラッカ。かつては東南アジアを支配した偉大な海洋王国。この古都の石畳には500年以上前、2人の英雄の血に塗られた忘れがたい悲劇の物語が刻まれています。一人は忠誠の象徴、ハン・トゥアオ。そしてもう一人はその親友への正義を貫き、王に歯向かったハン・ジェバットです。はい、それでは、マラッカの方に到着しましたね。この中心部のオランダ広場ですね。当時の石畳ではないと思うんですが、ここにね、ハントゥアとハンジェバトの歴史がね刻まれている地域ですよね。いやー、それではですね、いろいろ街中の方を見ていきたいと思います。15世紀、マラッカ王国は黄金時代を迎えていました。スルタンに仕えた5人の歌戦士。中でも最強と歌われたのがハントゥアと、彼の最も親しい友であるハン・ジェバットです。彼らは武術シアットの達人であり、固い絆で結ばれた義兄弟でした。トゥアは王国の海軍提督、ラクサマンとして、その絶対的な忠誠心でスルタンの信頼を一身に集めます。一方、ジェバットはトゥアの親友として彼を支え、共に王国を守っていました。誰もが彼らの友情と強さを称えていました。はい、それでは、スルタン宮殿博物館の方に来ましたね。一番奥にいるのが王様。多分ね、あれ両サイドハントゥアかな、ハントゥアとハンジェバト。いいですね、素晴らしい。ここにね、マラッカ王朝のね、その栄光というか、すごい国だったんですよ。この船もでかいですよね、当時。これがこの建物もね、宮殿大きいです。かなり大きい。調べてみるとなんかもう建物はもう作り直してるみたいですね。よいしょ、上に行ってみましょう。上に行くとね、もう以前来たことあって、衣類とかそういったものが置いてますね。よいしょ。いや、すごい。ここ、そうですね、王様の寝室、キンキラキンですね。キンキラキンね。わあ、すごいね。あそこでね、広いところで寝てたんですよね。これが当時の衣装、洋服ですね。すごい。基本的に今とあんまり変わらないですね。やっぱりね、インドとかとの貿易もあったんで、ね、金が入ってきてますよね。いやー、すごいね。こういった形ですね。もう一個上があるな。行ってみますよ。当時のね、上ないか。よいしょ。それではいろいろ見て回ってみます。そしてですね、博物館の奥の方に来ると、マラッカのケールの博物館にもあったこちらハントゥアさんですね。こちらが王に忠誠を尽くしたハントゥアさんですね。いや、すごいですね。それではいろいろ見ていきましょう。ハントゥア、ハンジェバットがないな。そうですね、この戦いですね。それでは見ていきます。しかし、運命は予期せぬ形で彼らに立ちはだかります。トゥアは嫉妬した宮廷の陰謀により、無実の罪でスルタンから死刑を宣告されてしまいます。王の言葉は絶対。
その判決には一切の調査も情状借用はありませんでした。幸い、大臣の視点でトゥアーは密かにかくまわれますが、中帝の誰もが英雄ハントゥアーは処刑されたと信じました。親友トゥアーの不正な死を目の当たりにしたジェバットの胸中に分け合ったのは抑えきれない義憤でした。公正な王こそが仕えるべき王であり、暴君たる王には反逆すべきである。これがジェバットの後のように残した言葉です。彼は王の不正義に怒り判断を決意。トゥアーは託されたとされる最強のクリス、他人の去りを手に宮殿で大暴れします。ジェバットは無敵でした。宮廷の誰もが彼を止めることができず、スルタンは恐怖に駆られ、隠れ家に逃げ込むことになります。王国は親友への復讐という個人的な理由から始まった反乱により、混乱の渦に飲み込まれていったのです。手の施しようがない状況で、スルタンは唯一、ジェバットを止められる人物、生きていたハントゥアの存在を知ります。スルタンはトゥアを赦免し、反逆者ジェバットを強い命じます。絶対的な王への忠誠心と、最も愛する親友への友情、トゥアは究極の選択を迫られます。そして彼は亡命を選びました。7日間に及ぶ壮絶な決闘、かつて共に戦った二人の英雄は血を流し合います。トゥアは策略を用いて他人の去りを取り返し、ジェバットを刺しました。致命傷を負ったジェバットは友の腕の中で息をしています。親友に撃たれたジェバット。彼としては忠誠の名のもとに正義が犠牲になったマラッカ最大の悲劇として歴史に刻まれました。はい、それでは、ハン・ジェバットさんのお墓の方に来ましたね。いや、あるんですね。マラッカの中心部にハン・ジェバットさんのお墓があります。はい、ここにね、マラッカ王国時代に、王様に逆らった友情のためにですね、王様に逆らった、シバット使いの戦士ハン・ジェバットさんが眠ってますね。皆さんこのお話どう思いますか？王様に逆らったハン・ジェバット、それから王様への忠誠で、友情、友達と戦ったハントゥアね、その答えっていうのはなかなか難しいと思います。友情か忠誠かということなんですけど、一つね、私考えるんですけども、このハントゥアさんとハン・ジェバットさんの戦い、結果的にハントゥアさんが勝ちました。でもね、どうなんだろう、この2人友達ですよね。はい、では何のために戦ったんでしょう、2人は。そう、私は思うんです。ハン・ジェバットさんわざと負けたんじゃないかなと。何のために？そうです、未来のマレーシアのためです。反逆者が勝って、ね、このまま反乱の世の中になっても、ね、明るい未来は起きづらいというのも一つの考えだと思います。それであれば残るハントゥアさんが、ね、新しい時代を王様と築いていくのに託すというのも一つなんじゃないかなと思っています。ですのでハン・ジェバットさん、もしかしたらね、最後まで友情のために亡くなった、そして王様への忠誠のために亡くなったのかなと思ってます。ですのでこのマラッカの中心部にこうやってお墓が今も残っているのかなと思っている私の推測です。はい、皆さんどうでしょうか。それではですね、また、ハントゥアさんとハン・ジェバットさん、引き続きご覧ください。時代は流れ、現代のマレーシア社会ではこの物語について熱い議論が交わされています。王への絶対的な忠誠を貫いたトゥアこそ英雄であるという従来の解釈に対し、現代では不正な権利を立ち向かったジェバットこそ真の正義の英雄である
と再評価する声も多く上がっています。彼らの物語は、盲目的な忠誠と人として持つべき正義感との間で、私たちはどう生きるべきかという普遍的な問いを投げかけ続けているのです。マラッカの町を訪れるとき、ぜひ思い出してください。この土地には忠誠と友情、そして正義という人間の最も根源的な感情に絡み合ったハンチェバットの物語が息づいているということを